皆さんこんにちは、のらんです。本日は2023年に買ったものの全然作っていなかった型紙本のお洋服を作っていくシリーズ第1弾。シリーズ化は特にするつもりはないんですけど、もう買ったのに全然作ってなかったので、ちょっと作っていこうかなというふうに思います。本日使う型紙はこちらです。ですね、ブティック社から発売しております。今すぐ作りたいリカちゃんの着せ替え服ということで、これはね、11月末なのかなに発売しているようです。で、割とすぐ買ったんですけど、全然作らずに寝かせてしまいました。もうね、ブティック社さんのリカちゃんシリーズのね、型紙は鉄板中の鉄板で非常に作りやすいですし、アイテム数も多いですし、見ているだけで結構楽しい、簡単なもの、カジュアルなものからね、ちょっと凝ったものまでいろいろ載ってます。で、ミキちゃんマキちゃんのねお洋服も載ってますので、理科ユーザーにはね非常に優しい型紙本のシリーズなんですけれども、もちろんね理科シリーズということは他の22センチドールも基本的には着れますので、今回ねこの本からまた作っていきたいなというふうに思います。で、こちらにいらっしゃるのは、すいません。いきなりの裸で申し訳ないんですけれども、これね、ブライスの、ボディですね。ちょっとね、とあるネットオークションで購入したんですけれども、私ね、そんなにボディのバージョンとかに詳しくないですけど、一応権利表記がね、2016年のタカラトミーのね、権利表記が入ってるので、おそらくその辺の世代のブライスのボディなんじゃないかなというふうに思います。ブライスはね、どうしても頭が大きくって髪の毛もいっぱい生えてるので、ちょっとそのままだとね、服のモデルさんをしてもらうのにデリケートに扱わないとやっぱね不安なので、いつも私22センチドールを作るときはね、このボディちゃんを使って、試着をしてもらってます。ということでね、今回もこの子に活躍していただく予定です。で、今回ちょっとね、誰に着てもらうかみたいなところはまだそこまで考えてないんですけど、なんとなくルルコちゃんに着せたいなというふうに思ってます。リカちゃんでもブライスでもなくルルコちゃんなんですけど、ちょっと出来上がってね、また考えてみたいなというふうに思ってます。で、今回作るものなんですけれども、早くしないと冬が終わっちゃう。今この収録時点でもう1月の17日なんですけど、今回ちょっと何点か作ろうと思ってるんですよ。いつもはね、割とワンピースを私は作りがち。例えばこういうね、ワンピースを作りがちなんですけども、楽なんですけど、いつも通りになっちゃうなっていうのと、やっぱ冬はね、ワンピースよりもうちょっと冬っぽい服を着せたいし、作りたい。やっぱ夏はちょっとね、作る気にならんので、これおしゃれじゃないですか。ダブルのコート。これめっちゃ可愛いなって思って。で、この本の型紙にもあったんですけど、このコートにハーフパンツを履いているリカちゃんがいてめっちゃ可愛かったので、ちょっと今回それを作ろうかなと思います。で、生地なんですけど、ちょっとね、漁ってきた。まずね、こちら。これベロアなのかな？別チンではないと思うんだけど、ベロアなんだと思いますけど、ちょっとテカテカしすぎかなとも思ったんですが、型紙本ではね、こちらのお洋服、ネル生地で作ってるんですよ。確かにね、ネル生地いいなって思って。なんですけど、ちょっと無地のネル生地はね、見当たらんかった。そもそもネル生地をあんまり持ってないかもしれないです。あんまりね、無地のネル生地ってそういやないなって思って。今回はちょっとね、この光沢のある感じですけど、ベロアかな？ベロアを使って若干ちょっとゴージャスな感じのコートに仕上げていこうと思います。で、ズボン、ハーフパンツの方はこちら、なんかね、前もこの生地でハーフパンツとかズボンを作ったような気がしなくもないんですけど、いいや。これだとね、割と柄の組み合わせ的にもいいかなって思ったので、こちらでね、ハーフパンツを作っていこうかなと思います。で、あとはコートの下、裸だとさすがにかわいそうなので、この下に袖なしのニットみたいなのをね、これもねレシピ載ってますので、こちらのなんで3点、プラス多分ね靴下今ちょっと見当たらないので、靴下作って4点の、フルセットでね作っていこうと思います。なんで若干時間がかかりそうなので、もうすでに何回かに分けて収録するかなという気がしなくもないんですけれども、前後編ぐらいでね
作っていこうかなというふうに思います。それでは、まずはパンツと下に着るニットかね、まずは基本のお洋服を作ってあげた上でアウターを作ってあげた方がいいかなって思うので、まずはねズボンと袖なしのニットを作っていってあげたいと思います。はい、ではね、ショートパンツと、こちらカットソーのね、型の方はもうトレースしましたので、これを今度は、布にね移していきたいと思います。で、本当はカットソー、ハイネックのカットソーを作る予定だったんですけど、ちょっとねめんどくさくなったので、フレンチ袖っていうのかな、ランニングみたいにこう肩のところがクリンとなってなくて、こう肩口の先の辺までストンとある感じの、シルエットにしました。どうしてかっていうと、その方が楽だからです。で、うまくいったらそれにタートルネックをね、ハイネックをつけようかなと思ってますけど、そこまで無理をせずに、そのままねノースリーブのシャツにしてもいいかなというふうに思ってます。はい。で、ハーフパンツはこの布を使うんですけど、最初ねハイネックの方は、無地を使おうかなって思ってたんですが、ちょっとね見当たらないっていうのと、なんかせっかくこのね布一目惚れで買ったはいいのに全然使ってなかったので、ちょっとガラガラになっちゃうんですけど、これで作ろうかなって思ってます。やっぱ薄めの色の方がいいかな。これが薄めの色なんですけれども、どっちが表地だ？こっちかな？こっちが表地。ガラガラだけど片っぽストライプでね、片っぽチェック柄なので、そこまで喧嘩しないかなと思います。横ストライプかな？違う表だな。横ストライプにチェックのズボン。秋冬のアイテムとしてはそんなに変じゃないかなと思うので、これならね脱いでもコーディネートとしてはねいいかなと思うので、こちらで作っていこうかなというふうに思います。こういうね濃い色の裁断をする時ってどのチャコペンを使うかが悩ましいんですよね。いつもはねチャコペンじゃなくてフリクションペンを使っちゃってるんですけど、こちらのねパイロットのフリクションペンを使ってるんですけど、今回特にこっちが濃い色なので、1個はこれいわゆる普通のチャコペンっていうんですか、昔ながらのチョークみたいなやつのペンタイプですね。これもねいいんですけど、あんまり出ないのと、太いので言っても繊細な形がなかなか描けないっていうのがちょっと欠点ですね。で、こちらもアイロンマーカーってことで、これもチャコペンですね。これはもう完全に白です。ちょっと駆使しながら描いていきたいと思います。いやー、今これねハーフパンツのどっちだ？裏側、後ろ側だけね2枚描いたんですけど、全然見えない絶望的に全然見えないです。一応ねまずやっぱこれは無理なので、これも使えるかなって思ったけど、やっぱこれもね太い割にあんまり粉が出てくれなくて、これも厳しいなってことで結局これに落ち着いたんですけど、これね乾くと白いの出てくるんですけど、乾かないとこの白いの出てこなくて、これがね不安でしょうがない。本当にかけてんのってなっちゃうので、最終的にはこの昔ながらのやつ、これ多分なんか裁縫道具とかに入ってたんだろうな。もうまさに昔からあるチャコペン。本当昔はなんかチョークというか平べったいねあれでしたけど、そうこの鉛筆型も昔から割とあるタイプですけど、もうやっぱこれが一番信用が受けるので、ちょっとタックを入れる大事な線だけはねこれで入れておきました。で、多分これ一応ねもう線が出てきてるんですけど、いやこれでもね結構切るのが怖い。こういう絶妙なカーブを描いている線の場合、本当にこの線の通り切れるのっていうのは結構怖いですけど、もうねここまで来たらやるしかないので、ちょっと若干本来の出来栄えとはねサイズの狂いが出てくるかもしれないですけど、ちょっとこのままやっていこうと思います。はい、
完成しました。まだねアウターはできてないですけど、一旦ハイネックのカットソーとショートパンツを作った状態ですね。こんな感じになりました。で今回、本来はこれね丸首なんですけれども、ハイネックをちょっとアレンジという形でね付け加えてます。で後ろはこんな感じ。こちらはもともとマジックテープ止めのね予定のやつだったんですけど、ズボンの方は本当はフォックを使うタイプなんですが、これもねマジックテープ止めにしています。なのでね、確か型紙本ではこれ重ねる形で、留めてたので、本来もうちょっと多分ウエストは詰まる形なんですけど、こういう形で合わせないで持ち出しでマジックテープ留めてるので、ちょっとだけウエストにゆとりがある形になってます。で今回ねちょっとストライプのニットを使ったのもあって、ここね肩での切り返しがないタイプの型紙だったので、後ろはなんかちょっとね不思議な模様になってるんですけど、まあこれはこれでいいかなっていう感じで、制作をしました。ちなみにハイネックのアレンジなんですけれども、ハイネックなしの状態でもう首の部分まで作ってから後付けでハイネックだけつけてるので、ハイネックのねこの縫い代の部分だけが表に出ちゃってる形になってますが、それ以外は中に裏地をつけているので、首の周りとこのお袖の周りは裏地が最後まであるタイプの縫い方になっているという感じです。で今回、できればねこちら、ルルコちゃんですけれども、オビツ22ボディこれでね入らないかなって思ってるので、オビツ22ボディのねネックは何といっても下半身腰回りお尻回りがねちょっと大きいので、割と22センチドール型紙のパンツ系が入らない傾向があるので、ちょっとね入るかどうかフィッティングしていきたいと思います。よし、はい、フィッティングできました。入ったいいね。ちゃんとね腰も入りましたよ。こんな感じでオビツ22にも無事入りました。これね履かせた感じなんとなくポップでも大丈夫そうな気がします。割とウエストに余裕はある。でもね持ち出しの方がよりゆったり履けるかなという感じです。で上のハイネックもねこれは好みの問題があるので何とも言えないですけど、私はこのちょっとゆるっとハイネックみたいな感じ、若干顎が隠れる感じのハイネック好きなので、めっちゃ可愛いなっていう風に思ってます。こう寒い時にねこんだけであったかそうに見えるのでね。ただねどうしてもねおかっぱだとね髪の毛の癖がすごいつきそうで、そこが若干不安かなという感じがしますけど、場合によってはこのハイネックの部分をねこのクリンと2つ折りにしちゃってもいいのかなというふうに思います。それもできるようにねハイネックの部分は全くマジックテープとかも留めずに作ったので、そういう使い方でもいいかなというふうに思いました。よし、できたいいですね。でこれでこのままだと当然寒いので、何かねアウターを作ってあげたいなというふうに思ってます。今ねちょうど今日の収録日が1月の30日なんですけれども、なんとかね寒いうちにアウターを作って冬服をちゃんと作ってあげたいなというふうに思いますので、2月中にはね完成してお披露目できるようにしていきたいなというふうに思います。ということで本日はこちら今すぐ作りたいリカちゃんの着せ替え服からハイネックのカットソーと、ハーフパンツを作りました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。